I've never been a murderer. We need to know why we're asking you to think about it. We need to know how to help you, okay? We don't know that until we get some facts and find out what's going on. And that'll give us the best course on how to proceed from here and help you, help the family, and go on from there. 2012年11月16日、アメリカ・オハイオ州ペインズビルレイク郡拘置所で取り調べを受けていたその少女はサブリナ・ズーニッチ。彼女は自宅で母親をめった刺しにして殺害、何度となくナイフで切りつけた反動で自身も両手に怪我を負っているにもかかわらず犯行を否認し続けていました。家を出ていくか否かでこの1年ほど母親と揉めていたサブリナ。犯行は彼女と母親の喧嘩の弾みだったのでしょうか。違うんです。サブリナは母親を殺して父親と結婚するつもりだったんです。母をめった刺しにして殺害し、父親と結婚する気でいた少女。なぜ彼女は殺人をも厭わないほど父親を愛したのか。愛を信じた少女を待っていたのは、欲にまみれた父親の最悪の裏切りだったんです。おぞすけんちゃんです。やみやみかです。いや、やみこさん、最近ね、コメントでね、たまにこう見るんですけど、どうやらね、アルゴメトリのナレーションね、僕が入れてるのを気づいてない人もいるみたいなんですよ。誰が入れてると思うの？わかんないですけど、誰新キャラみたいな。そんな声違わなくない？でもなんかちょっと、なんか喉閉めて言ってるかも。例えば、今はこういう声だけど、ナレーションだと、わかんない。1992年みたいなさ。ちょっとカッコつけちゃって。ちょっとカッコつけちゃってね。ちょっと恥ずかしいな。でもなんかカッコつけるときそんぐらいしかないかもしれない。かっこいいわよ。あ、マジ？ガチで照れてんじゃん。何これ。今回ご紹介するのはアメリカ・オハイオ州で起こった殺人事件について。18歳の少女が母親をめった刺しにするという驚愕な事件なんですが、その犯行は全て父親のためだったというんです。父親のために母親を殺すって何？離婚で揉めてたとかってことかしらね。何なのかしら。やみこさん鋭いんですけど、これね、単なる離婚問題っていうだけではないんです。少女には絶対に隠さなければならない理由があったんです。現行犯逮捕された少女は頑なに口を割らなかったというんです。家族のために。2012年11月16日、アメリカ・オハイオ州ウィロビーヒルズ深夜1時15分、911に1本の通報が入りました。911 was an emergency. What is going on? Hello? Who had the knife? My sister. 警察が通報のあった家に向かうと、寝室からはナイフを持った血まみれの少女が姿を現しました。華奢な体つきをした彼女の名はサブリナ・ズーニッチ。完全に放心状態のサブリナは母親を178回もめった刺しにして殺害したんです。母親のリサ・クネーフェルは娘のサブリナと相当に争ったとみられ、その腕には数えきれないほどの防御創が。サブリナが力任せに何度も突き刺したナイフは刃がいびつに曲がっていました。寝室のクローゼットに隠れ怯えていた3歳の末っ子と泣き叫びながら通報してきた13歳の次女。トラック運転手の父親ケビンはこの時ミシガン州を走っていたため、彼が翌朝迎えに来るまで2人の娘は警察に保護されることになったんです。悲惨すぎない？現場が血の気が引いちゃったわよ。正気の沙汰じゃないですよね。この後ね、警察に連行されたサブリナはどう考えても自分が犯人である状況にもかかわらず、頑なにね、犯行を否認するんです。Recall coming out of the bedroom with a knife in your hand? No. Well, you had a knife and you stabbed Lee's son. I did. Yes, you did. And Megan called the police. That can't be true. Bree, it is. I'm sorry. I've never been a murderer. We need to know why we're asking you to think about it. We need to know how to help you, okay? We don't know that until we get some facts and find out what's going on. And that'll give us the best course on how to proceed from here and help you, help the family, and go on from there. レイク郡拘置所へ連行されたサブリナは血まみれのナイフを持って寝室から出てくるところを目撃されているにもかかわらず一切の容疑を否認。父ケビンは仕事を終えた翌朝すぐに拘置所へ駆けつけました。サブリナに今すぐ会わせてくれ、どうしてダメなんだ。苛立ちをあらわにする彼の様子はただ娘の口から真実を聞きたいだけに見えていたんですが、
やっぱりなんか父親がね、事件に関係してそうなんだけど、うん、事件の日は仕事に出てたんでしょ？現場にね、父親はいなかったんですけど、明らかにね、事件に何らかの関与をしていたんです。というのも、この娘のサブリナ、そして母親、父親、この3人のね、関係っていうのは、かなりこじれた歪な関係だったんです。少女の居場所。事件の約1年前の2011年7月、サブリナはこの日初めてオハイオ州ウィロビーヒルズに立つその家の玄関をくぐりました。サブリナ、よく来たわね。今日から私たちのことを本当の家族と思ってくれていいんだからね。朗らかな笑顔でサブリナを迎え入れた母リサ。そう、サブリナはリサとケビンの元へ里子にやってきたんです。複雑な関係って何かって思ったら、もうサブリナは里子だったのね。まあ、ただ、里子だからっつって複雑な関係とも言い切れなくて、なんでかっていうと、アメリカではですね、里子を受け入れるハードルは実はそんな高くないんです。一体どういうことなのか。というわけで本日のメトラキーワード、アメリカの里親事情について。2016年にアメリカで行われた調査によると、元々の家庭での養育が困難になった要保護児童のうち、約 74% は里子に出されているといいます。養護施設やグループホームにいる要保護児童は約 15%。アメリカでは行き場をなくした子供が里子に出されることはごく一般的なんです。アメリカで里親が普及している理由は、子供に安定した家庭環境を提供する政策が強く推進されているため、近年はその風潮も顕著で、1997年に制定された ASFA という法律により、里子を預かる期間は15ヶ月までという決まりができました。里子を預かる期間が明確に設定されたことで、里親のハードルが下がり、受け入れる家庭も増加傾向にあるんです。サブリナが里子に出された理由は、彼女の両親が共に薬物とアルコール依存症で何度も逮捕されていたため、長らく祖母が面倒を見ていましたが、不安障害、うつ病、双極性障害など複数の精神疾患を患っていたサブリナは、学校で問題を起こすこともしばしば。14歳で児童養護施設に預けられてからは、里子に出されたり戻されたりを繰り返していたんです。そしてリサとケビンの元へ来てからは、サブリナも安定した様子を見せていました。母リサはカヤホガ郡児童家庭福祉局に勤めるソーシャルワーカー。精神的な問題を抱えていたサブリナに深い理解を示し、彼女にとってその家が居心地のいい場所になるように努めました。サブリナはその家にいた2人の妹ともすぐに親密になり、まるで本物の娘のように一家に馴染んでいたんです。高校を卒業したら美容師かモデルを目指したいな。家族の温かさに触れ、すっかり前向きになった彼女は、両親に将来の進路の相談もするように。すごく素敵な家族じゃない、ここまで聞いてるとサブリナ里子に来てよかったじゃないって思えない？サブリナはね、この家族と親密になりすぎたのかもしれないです。それもですね、普通の家族とは親密の意味が違ったんです。それはサブリナが里子に来てから5ヶ月後の2011年12月。どうせ私は本物の娘じゃないのよ。サブリナ、落ち着いて。あなただけのけ者にするなんてことはしないわ。当初は家族と仲良く暮らしていたサブリナでしたが、この頃から彼女は妹2人ばかりを可愛がると言って母リサにたびたび突っかかるように、一時は安定した様子を見せていたものの、結局彼女はその家で暮らす期間が決められている里子。せっかく居場所を見つけても、いずれ失ってしまうのが怖かったのかもしれません。そして母リサと衝突を繰り返すサブリナをいつも案じていたのが父ケビン。サブリナ、大丈夫だ。パパがついてるからな。彼はいつもそう言ってサブリナに寄り添っていました。ただ、2人のその様子は周囲の目には少し異様にも映っていたんです。親子よね。変なの。親子にしてもあまりに距離の近い2人のそのやりとりに思わず顔をしかめたサブリナの友人。それもそのはず、2人はすでに普通の親子ではなくなっていたんです。この頃サブリナは父ケビンの G 行為を手伝うほどの仲になっていたんです。ややこしい関係ってそういうことだったの？父親の倫理観がマジで最悪じゃない？何これで母親との関係が何かややこしく険悪になっていっちゃった結果ってことなの？実はですね、そのサブリナはね、お母さんに対しての個人的な感情で犯行に及んだわけではなくて、これは全てですね、他の誰でもなく、彼女のね、父親に誘導されたものだったんです。最愛の人。サブリナが里子に来て約1年後、2012年の夏になると、彼女と父ケビンは頻繁に性行為を繰り返すように。サブリナを高校まで車で送るのはいつも父ケビンの役目。その送り迎えの際に、2人はいつも車の中で体を交えていたんです。一方で母リサは、ケビンとサブリナの関係をそれとなく察しており、夫婦は喧嘩を繰り返すように。以前は娘2人と差をつけるようなことはないとサブリナに弁解していた母リサでしたが、ついにサブリナに出て行ってほしいと口にするように。そして父ケビンはサブリナに向かって次のように話すように
なっていたんです。サブリナ、僕は君を愛してる。本当ならリサとはすぐにでも離婚したいが、ヘイリーの親権を取られるのは避けたい。ケビンは母リサとの離婚を考えるようになっていましたが、気がかりなのは3歳の末っ子ヘイリーのこと。13歳のミーガンはバツイチだったリサの連れ子のため諦めていましたが、ケビンは末っ子のヘイリーだけは自分の元で育てたかったんです。以降、来る日も来る日も母リサとの関係について愚痴を漏らすようになったケビン。そんな父の不満を聞かされる日々の中で、サブリナはある時友人に次のような質問をしました。ねえ、私のためにママを殺してくれる人誰かいないかな。パパはママと離婚するつもりでいる。でもそれじゃあ妹を取られちゃうからママは死んだ方がいいのよ。いや、そんなことまかり通るわけないじゃない。しかも母親殺しちゃったらもう捕まっちゃってケビンと一緒になるどころの話じゃないわよ。本当そうなんですけど、サブリナはね、母親を殺してくれる人を探してたんですよ。彼女はね、本当は自分で犯行に臨むつもりなんてなかったんです。でもね、父ケビンのために自分でやらざるを得なくなったんです。事件の前日の2012年11月15日、サブリナを学校へ迎えに来たケビンは人気のない路地に車を止めた。サブリナは彼の表情がいつになく暗く沈んでいることに気がついていた。このままじゃヘイリーは本当にリサに取られてしまう。うんざりした様子でそう漏らしたケビン。前日の夜、彼は母リサと離婚の話で大喧嘩。末っ子のヘイリーをどうしても取られたくなかったケビンはその目に涙を浮かべながらこう続ける。このままヘイリーを取られるくらいならいっそのこと死んでやる。悲痛に歪むケビンの顔と示唆する彼の言葉にサブリナはひどく動揺した。そんな死ぬなんて言わないで、絶対に嫌。必死に訴える彼女を前にしばらく考え込んだケビンは思い直したように口にする。サブリナ、リサを殺してもせいぜい25年ぐらいで出てこれる。やれるか。こうして日付をまたいだ11月16日の深夜、サブリナは母リサの寝室に忍び込み彼女を殺めてしまったんです。私はパパを愛してしまった。パパを失うのが怖かった。何がせいぜい25年で出てくれるとか言ってんの？と気持ち悪い。何？サブリナのことを愛してるんじゃなかったの？なんで殺させるのよ。意味がわかんないわ。理由は単純でですね、ケビンはですね、本当はサブリナのことなんてね、愛してなかったんです。偽物の愛。事件の翌日の2012年11月17日、母リサの同僚の女性は妻を失ったケビンを心配し食事を届けに来ていました。ああ、エリカさん、どうもありがとう。同僚の女性はこの時のケビンの態度に違和感を覚えます。奥さんが亡くなったっていうのに全く落ち込んでるように見えないわね。さらに同僚の女性が気になったのは部屋の冷蔵庫に貼られていたサブリナの写真。妻を殺めた少女の写真を何食わぬ顔で飾っているケビンの振る舞いはどこか不自然に思えたんです。その後、リサの葬儀でもケビンの様子を注意深く観察していた同僚の女性。葬儀の途中、ケビンが悲しそうな顔をすることは一度もありませんでした。リサの同僚の女性が感じたのと同じように、ケビンに対する周囲の不信感は日増しに強まっていました。リサが亡くなった後のケビンの様子は遠目に見ていても明らかに不審だったんです。住宅ローンを完済し、庭にプールを設置、新車を買ったり、元々の持ち家の他にも新居を買ったり、小型飛行機の運転免許を取りに行ったり。そう、ケビンの本当の目的はサブリナと一緒になることではなく、妻のリサにかけられていた保険金でした。リサさえいなくなれば80万ドルの保険金が入る。そしたら僕とサブリナの家を買ってそこで一緒に暮らそう。普段からサブリナにそう話をしていたケビン。しかしサブリナに実行犯を押し付けた時点で彼の目的がサブリナではなく最初からお金のためだったことは分かりきっていました。こいつマジで考えてることがヤバすぎる。気持ち悪すぎる。低欲に任せてさ、やることだけやっといて自分は一丁前に保険金で贅沢な暮らししようって思ってるわけでしょ。ヤバすぎるわよ。18歳の少女に対してね、自分の贅沢のためにね、殺人を命令できる神経がもうわけわかんないです。ただですね、そんなね、父親ケビンの様子にサブリナもね、ついに目が覚めたんです。事件から半年以上もの間、警察に何も話そうとしなかったサブリナ。秘密を守り続けたその期間を思うに、彼女は本当に父ケビンを愛していたのでしょう。しかし刑務所にいるサブリナのことなど気にも留めず、湯水のごとく保険金を使い豪遊する父ケビン。そんな彼の振る舞いを前に、2013年8月、サブリナは父と自分の関係、彼に殺人を命じられたことを含め全ての真実を明かしたんです。こうして父ケビンは加重殺人共謀、共犯、性的暴行の罪で起訴されることに。驚かされるのはケビンの裁判での弁護人を通しての主張。今回の事件において殺人の責任は全てサブリナ・ズーニッチ被告にあります。
検察の証拠はサブリナ被告の証言だけ。しかも司法取引によるもので信憑性がありません。この他弁護人はサブリナとケビンが性的関係にあった証拠は何も見つかっていない。殺人の動機は被害者のリサがサブリナに家を出ていくように促したためなどと言及。ケビンは起訴されてもなおあれだけ愛していると言っていたサブリナに全ての罪を着せようとしたんです。しかし結局事件があった2012年11月、ケビンとサブリナが1491通もメールをやり取りしていたこと、事件当日に通話やメールのやり取りが78回もあったことなどから言い逃れはできず、2014年8月6日、ケビンは最低30年仮釈放なしの終身刑を言い渡されるんです。同年9月29日、サブリナもまた同様の判決を下されました。傷つけてしまった全ての人たちに謝りたいです。リサは死ぬべきではなかった。癒しを求めている全ての子供たちのためにどれだけ後悔しているか説明してもしきれません。サブリナは確かに恵まれない子供たちのために働く母リサへの敬意を持っていました。尊敬する母でさえも手にかけてしまったのは、よこしまな考えを持つ男を愛してしまったため。あなたは彼女のように好きな人の無理な要求を断れなかった経験はありませんか？